お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発した、実際の戦場における前線部隊からの評価の高かった実戦型ともいえる重爆撃機、97式重爆撃機の解説をする。非常に不思議なんだが、このチャンネルでは99式軽爆撃機、ドン流こと100式重爆撃機と、大日本帝国陸軍の爆撃機シリーズの解説を進めてきて、このタイミングで97式重爆撃機に戻るんだね。ドン流の異名を持った100式重爆撃機の解説でも触れたが、その前身たる97式重爆撃機は、前線からの評価が高く、場合によっては、せっかく開発した100式重爆撃機じゃなくて97式重爆撃機を配備してくれというリクエストもあったほどの爆撃機だったので、97式重爆撃機の解説動画を上げたいという思いに駆られた、という次第だ。ドイツ国防軍の戦車シリーズは打ち止めか。おかげさまで、1号戦車、2号戦車、3号戦車からパンター戦車まで連綿と続くドイツ戦車シリーズは、多くの方にご覧をいただいており、チャンネル運営者としては後人の至りなんだが、周辺までアップしたパンター戦車は、その開発経緯、武装、装甲、戦歴に至るまで濃い戦車だなという感じで、調査と編集に手間取っているので、今回は日本の爆撃機シリーズを充実させようという思いもある。なお、1号戦車から4号戦車、ティーガー1、パンター戦車などドイツ国防軍の戦車シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、こちらも良ければご覧ください。100式重爆撃機にはドン流なる愛称があるけど、97式重爆撃機にはないの。知り得る限りは、ドン流やハヤブサといった、帝国陸軍の後方戦略に絡んだ愛称はないと思われる。当時の帝国陸軍が付与した愛称、もしくは前線部隊などで付けられていた愛称があれば、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。さて、97式重爆撃機の開発の原因となったのは、その前身である93式重爆撃機の芳しくない結果によるものだった。あんまり評判良くなかったのかな。93式重爆撃機は、三菱が開発した重爆撃機で、ベースとしたのはドイツ製ユンカース社製の計37総発軽爆撃機だった。まだ日本が海外製の航空機をベースにしないと航空機を製造できなかった時代か。冷静に考えると、その後に戦闘機や爆撃機の国産技術を確立したのは、現代の日本から考えると覚醒の感あるね。この93式重爆撃機だが、ユンカース社製をベースにしたとはいえ、試作段階で改善点が色々とあったにもかかわらず、爆撃機の正式採用を急ぐ帝国陸軍の意向もあり、中途半端な状態で重爆撃機として正式採用されてしまう。まあクライアントの意向だからさ。その結果、93式重爆撃機には故障や事故が相次ぎ、主に大陸で使用されたものの不評が多く、現場からは93式重爆撃機に代わる新たな重爆撃機を急ぎ配備するようやの催促だった。そのような経緯で開発に着手されたのが、本動画の主役である97式重爆撃機だ。後年は97式重爆撃機となる新型重爆撃機の開発に際し、帝国陸軍は要求する性能として、最高速度 400km 以上の総発単葉機にして、航続時間は5時間以上、爆弾搭載量は最大で 1000kg という要求だった。93式重爆撃機と同じくまた三菱が受注したかな。いや、97式重爆撃機の開発に際しては、競争施策、つまりコンペ方式が取られ、三菱には対抗馬として、新進気鋭の航空機会社、中島飛行機が立ちはだかる。いつも思うんだが、戦前の航空機開発において、三菱って帝国陸軍と相性が悪い局面多い気がする。気のせいかもしらんが。93式重爆撃機で苦い経験を舐めた三菱は奮闘し、中島飛行機とのコンペに臨んだ。老舗と新進のどっちが勝ったんだ。ここで問題が発生した。三菱と中島の両社が試作した機体は、性能面において甲乙つけがたく、どちらを採用するか帝国陸軍を悩ませる結果となる。コンペの意味合いはあったとも言えるな。そして、帝国陸軍は迷った末に、両社のメンツに配慮する思いもあり、機体の採用は三菱とするが、エンジンは中島製にて、という形で裁定を下した。双方のメンツに配慮するのは大事だが、複雑な心境を抱いた技術者もいたろうな。そんなこんなで、97式重爆撃機の量産がスタートする。
97式重爆撃機は、帝国陸軍の頑固とも言える設計思想のご多分に漏れず、航続距離は抑制する代わりに、武装と速度を重視する大陸運用型の爆撃機だった。もちろん、洋上での運用がメインとなってしまった第二次世界大戦では、洋洋と洋上渡航をする海軍機を尻目に、苦労をすることになる。さて、完成した97式重爆撃機は、合計3挺の旋回式機関銃を装備していた。後年の改良型ではビブにも遠隔操作式の固定機関銃が備え付けられるようになり、爆撃機を迎撃しに来た戦闘機に対し、威嚇効果も考慮して射撃がされたという。また、97式重爆撃機は、量産されるに従い改良が施されていくが、その際、燃料タンクの防弾化と防火仕様が施された。敵の射撃で引火するのは防がないとな。燃料タンクのそばに自動消火装置も導入したらしい。さらに、乗員の生命身体の安全を確保する観点から、防弾装甲の強化、防弾ガラスの採用なども行われた。意外と言っては失礼かもしれないが、帝国陸軍の航空機にしては配慮が行き届いている気が。このような考慮による装備が充実していたので、現場からの評価が高かったのかもしれないね。量産が開始された97式重爆撃機は、大陸での戦線への投入を皮切りに、日ソ両軍が満州国の国境で激突したノモンハン事件、そして第二次世界大戦へと相次いで実戦にて活躍を見せる。第二次世界大戦も中盤になると、いかに現場からの評価が高いとはいえ、性能的に97式重爆撃機は旧式化の運命から免れなかったが、後進である重爆撃機である100式重爆撃機の実戦投入が迅速とは言い難いスピードで進んでいたこともあり、帝国陸軍が生産した重爆撃機の中では最も多い機数が生産された航空機となった。ベストセラーになったわけだな。また、帝国陸軍が初めて機上レーダーを搭載したのが97式重爆撃機だった。帝国陸軍の機上レーダー開発の関係から、搭載できたのはすでに4式重爆撃機たる飛勇も存在した時代だけどね。レーダー開発で先行していたイギリス軍などと比較して、帝国陸軍は遅れ気味だったが、敵海軍の水上艦などの探索に効果を発揮した。しかし、まだまだ日本のレーダー技術が発達しておらず、主にドイツから技術指導を受けて開発を進めている時期だったこともあり、97式重爆撃機に搭載されたレーダーはその重量が半端ない重さで、未だに改良の余地があった。改良する前に終戦になってしまったが、なお、日本軍の急降下爆撃機たる99式総発軽爆撃機、空の狙撃兵と恐れられた97式戦闘機など、大日本帝国陸軍の航空機シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、こちらも良ければご覧ください。さて、以上の通り、97式重爆撃機の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育やドイツ国防軍などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、ドイツ国防軍の装甲部隊創設の立役者にして、電撃戦で鬼のごとく活躍した戦車戦闘の将軍、グデイリアンの解説動画です。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。